こんにちは、黄緑ちゃんです。皆さん、トップガン、マーヴェリックは見ましたか？スーパーホーネットが大活躍でしたね。というわけで、今回は劇中に出てくるスーパーホーネットを調達してきました。例のごとく、顔を使って操縦するシステム、ガンコンを組み込んでおきました。今回はスーパーホーネットで都内の名所を遊覧飛行しようと思います。まずレインボーブリッジ、次に墨田区の東京スカイツリー、そして港区東京タワー、新宿区の東京都庁を巡り、東京ドーム、南に下って大田区羽田空港を経由して空港沖にある風の塔で U ターン、羽田空港に着陸します。今までの飛行機と違って不安定な機体なので画面酔いにご注意ください。では早速出発してもらいましょう。眉を上げてエンジンパワーを上げます。スーパーホーネットは今までの飛行機と比較にならないほどレスポンスが良く、雑に顔を傾けると簡単に機体がひっくり返ってしまいます。それでは遊覧飛行を楽しみましょう。まもなく最初の名所レインボーブリッジです。レインボーブリッジをくぐります。続いて東京スカイツリーに向かいます。顔の傾きで姿勢をコントロールし、タワーマンションを避けていきます。スピードは時速 1100km、 新幹線の3倍以上です。東京スカイツリーが見えてきました。眉を下げてエンジンパワーを下げます。今のは危なかった。口を大きく開けてブレーキです。顔面を上に向けて急上昇です。634メートルのスカイツリーがはるかに下に見えます。1600メートルまで上昇。ここからはスカイツリーへのフリーフォールをお楽しみください。眉上げでエンジンパワーを上げて加速します。地面に向かって一直線です。顔を使って機体を引き起こします。勢いに乗って次の東京タワーへ向かいます。おっと危ない。ひっくり返りそうになりましたね。前回の旅客機の最高速度をすでに超え、1秒に300メートル進むようなスピードなので、ひっくり返ったら一巻の終わりです。正面のビルを越えると東京タワーが見えるはずです。見えました。東京のシンボル、東京タワーです。インターナショナルオレンジの塗装がとてもチャーミングですね。東京タワーに別れを告げて見えてきたのは新宿の摩天楼。その中でもひときわ高いビルが東京都の中枢、東京都庁です。都庁の遊覧が楽しめたので次は東京ドームに向かいます。顔面を限界まで上に向けて右旋回。速度は時速 1200km。 旋回による G は重力の8倍、人間の限界に近いです。パイロットの苦しそうな声が聞こえてきます。早くも池袋駅を通過。高度 100m の超低空遊覧飛行をお楽しみください。見えてきました。東京ドームです。次は羽田空港を目指しましょう。六本木のビルの隙間を縫って進みます。ビルを避けるために顔が画面外にはみ出ています。まもなく品川駅です。正面に羽田空港の管制塔が見えてきました。せっかくなので管制塔の真横を飛んでみましょう。最後の遊覧に向かいます。正面に見えるのが風の塔、東京湾アクアラインの換気塔です。速度は音速を突破しました。
間もなくソニックブームが聞こえるので音量に注意してください。3、2、1。無事風の塔を通過しました。U ターンして羽田空港に着陸します。顔を上げて宙返り、口を大きく開けてブレーキです。広角を下げて車輪を出します。おや、誤操作しています。首が座っていません。フラフラしています。わずか数分の飛行で筋肉年齢が新生児レベルになったようです。低速になると操縦がさらに難しくなります。無事に着陸できるでしょうか。若返った表情筋と首の筋肉を引き締めて最後の力を振り絞りましょう。船を漕いでいます。タッチダウン。バウンド。器用な片輪走行を続けています。首が安定せず機体をコントロールできていません。もう滑走路の残りが少ないです。全力でブレーキ。残り 1000m、止まりません。必死の形相です。残り 800m、700m。停止。無事スーパーホーネットで都内を遊覧飛行をすることができました。この動画が面白いと思ったら首がもげそうです。今回のスーパーホーネットの操縦は本当に地獄でした。顔と首の寿命が縮みました。高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。